遠出はせず近場でマイナーなスポットで済ますことが多いのだ。今回はそんなゴールデンウィークの誰も来ないマイナーポイントツーリングなのである。連休嫌いでも楽しめる静かなスポットが多いので最後まで見ていくのだ。今日の予定としてはシャトレーゼ、ガトーキングダム、瀬戸内、野浦にある誰も来ない海岸でゆっくりピクニック。みんなシャトレーゼばかり行くのでどんな連休でも静かに過ごせる秘密のスポットである。それではしばしドライブしていこう。教習車、中央線がないこの道でも教習するんだね。よし、ここでフォローを開けるのだ。長年オープンカー乗っているとフォローを開けるタイミングはどんだけ排ガスから遠ざかるか。夏の太陽光以上に有害なのが排ガスなのだ。臭い、煙い、目にしみる。ここまで街から離れれば開けても大丈夫。歩道がないこの道で何をやっているんだろう。今日は晴れるのやら曇るのやらよくわからん天気。白の ND ロードスター。夏になる前のこの時期がオープンカーにとって最高の季節。夏に乗ろうと考えている人はやめた方がいいぞ。直射日光で熱中症になって朦朧とするのだ。経験者からの忠告なのだ。給油終わり。加速タイム。気持ちいい、最高なのだ。道はどんどん瀬戸内海の沿岸の風景に入っていく。広島だと町の中心から30分もドライブすれば田舎道、海岸線、峠などドライブ好きにはたまらない道ばかり。信号も少なくて快適である。そういえばピクニックにはやっぱり食べ物が必要だよね。コンビニだと味気ないのでこういう時は地元のパン屋が一番。今回寄るのはブロットというベーカリー。福祉系の会社が運営するベーカリーで物価高の時代でもとてもリーズナブルでありがたいお店。周辺をドライブするならぜひ寄っておきたいお店の一つ。到着なのだ。6つほどパン買ってみた。買ったパンは後で紹介するよ。ちなみにお値段は1200円ほど。1個200円ほどでとてもありがたい。それじゃ準備できたので次に行く。桜の時期は終わると次に来るのが藤の時期。ピクニックの前に藤を見に行きましょう。登って登って左コーナーの上り坂の途中を左折していき、狭い道を抜けると左にあるのが藤棚。
ちょっと来るの早かったかな。でも下に広がるツツジと瀬戸内海、初夏のいい空気が漂うのだ。おお、こっちから見ると藤が満開になっている。紫の高貴な色が美しい。少し奥に行ってみましょう。これは八重桜かも。気持ちのいい光景。最初はここで食事をとろうかと思ったけど、藤の下は虫が多すぎるのが難点。次行きましょう。ガトーキングダムはここから5分ほどの距離。もし行くときはぜひ立ち寄ってみてね。ということで正面に見えているのがシャトレーゼガトーキングダム瀬戸内である。2024年9月にオープンしたばかりの滞在型リゾートホテルで、お菓子メーカーのシャトレーゼならではのサービスと泉質オーシャンビューが売りなのだ。そしてこの裏には瀬戸内海らしい光景が広がる。だけどほとんど知られていないのが残念なのだ。ちなみに前身のグリーンピア瀬戸内は旧年金福祉事業団が全国に建設した大規模年金保養基地、いわゆるザ・ハコブツ呉市に譲渡されたけど、見事に負の遺産となったという経緯がある。でも広大な敷地のおかげで散歩するにはちょうどよし。ホテルは整備が進んでいるけど周りはまだまだで、行政の夢の跡と廃墟の感じがトマソンを感じるのだ。トマソンとは不動産に付着して美しく保存されている無用の長物。ここから先がまさにトマソン広場である。左右大きく広がる広場。左ならサッカーや野球ができただろう。右なら子供が集まれば楽しい広場に。ヤシの木だって南国を感じる人がいれば、ここまで寂しく立っていることはあるまい。この桟橋も今では見事なトマソンである。ただその奥に広がるのは雄大な大自然。道路行政やバブル崩壊後の対応さえあれば、ここは今でもリゾートだったかもしれないのだ。よし、ここを本日のキャンプ地とする。本日のパンのクシュ。この瀬戸内海の光景とトマソンとともに、どれも香ばしく懐かしい味わいなのだ。時間を忘れてゆっくりしすぎた。この先頭参道へ続き、あの頂上まで続くのだ。これだけ綺麗に整備したのにトマソンになるのはちょっともったいないね。敷地内には300台駐車できるけど、高速道路から遠くて1時間ぐらいドライブすることになる。子連れファミリー層だとこの長さは致命的。また周辺にあるのはゴルフ場だけなので、なかなか難しい状況なのだ。この先にプールと浜辺があるんだけど、現在立ち入り禁止。これからの復興は考えても仕方ないので、そろそろシャトレーゼで美味しいアイスクリームを食べに行こう。シャトレーゼはアイスが美味しいよね。これでカロリーはプラマイゼロ。今回の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なので、これからも応援よろしくお願いします。